今からね、かわいい猫ちゃんを描いてみたいと思います。まず、ここの辺に描こうかな。顔、これが頭部ですね。そして中心線を描いてから目の位置を決めます。鼻と口はね、こんな二重の楕円ですね。で、顔を縦に延長したところに耳がついてます。ね、まずこんな基本形しっかり使いましょう。首は太くですよ。頭部が乗っています。中心線のここのところに鼻があって、その鼻の上の延長線に目がつきます。口は小さくですね。さて、デッサンができましたので塗りましょうね。まずお水を引いてから、やっぱりウェットですね。あんまり最初からね、きちんと細かくじゃなくて、やっぱり何を描くにしても水彩画だっていうことですね。ですから水彩の具の効果を忘れないように、それを生かすように描いていきましょう。たっぷりの、しかも濃いめの色でしたね。この回大胆にですよ。これが猫ちゃんのね、毛の縞模様にもなっています。さて、どうでしょう。今日光はね、右上から来ているので、こちら側が日陰ですね。でもね、こうやってね、背景と一緒にね、溶けちゃってもいいんですね。だんだんね、描き起こしていきましょう。さあ、もっと暗い色も躊躇なく加えて、猫ちゃんのね、存在を浮き上がらしていきます。こうですね。さあ、では少しですね、細かいところも見ていきましょう。目とかですね。そして鼻の部分ですね。ほら、ね、なんとなく猫ちゃんに見えてきたでしょ。日陰の方はもっと暗くだよね。立体感も強くしよう。暗い色をね、どんどん塗っていきます。目は、お顔をね、下から見ているので、目の上の線が強くなりますね。そして、そうですね。だんだん今度は瞳の部分も描こうかな。ね、これが猫ちゃん独特の瞳の形ですよね。それからこのひげのね、点々、こうだよね。今日は、毛のね、ひげとかそういう細い細かいものはね、ガッシュの白で描き起こします。こんな感じね。どう？だんだん見えてきた？そして血の色を加えて、はい、出来上がりです。はい、今回は可愛い猫ちゃんの頭部をね、描いてみました。この形のね、捉え方、頭のね、この頭部ですけども、少し平ための楕円。で、それが円筒形の首に乗っかってるという考えでしたね。またこの口のね、形とこの鼻の部分ですね。これは二重丸の楕円で表すんでした。で、それをさらに下から見てるという条件で書いてますので、顔の各部の部分のパーツが少し上の方に上がって配置してみると。ここも大事なポイントでしたね。さあ、いかがでしたかね。
これからも私と一緒に水彩を楽しんでいきましょう。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。